ご視聴いただきありがとうございます。カズパンです。今回のテーマは時計に求める個性についてです。今回も新しい時計が買えたので、その話をさせていただきます。前回は複数本所有したことがきっかけで、時計を1本だけにするならについて考えたのですが、実生活においては機械式時計にはメンテナンスが必要なので、1本だけで運用することは難しいのではないかと考えています。時計をつけ忘れて外出したら1日そわそわしてしまうので、メンテ期間中の1ヶ月間が困ります。最低2本は許してほしいところです。可能な限り腕時計を保有し続けるつもりではありますが、今後も買い続けると増えすぎてしまいます。運用についてはちゃんと考えていこうと思います。このシリーズも終盤となってきました。私の時計に関する考え方は過去の動画を参考にしていただければと思います。動画の本数が少ないため、過去動画が見つけにくい方はお手数ですが、チャンネル登録もよろしくお願いします。私が購入した2本目の指定モデルはサブマリーナで 41mm サイズです。124060でノンデートのタイプです。前回の動画で話をしています。デートジャストは 100m 防水ですが、サブマリーナは 300m 防水となっています。日常ではどちらでも問題ないと思いますが、心配性な方は安心感があるかもしれません。普通に使っていて濡れていたことはないですけどね。回転ベゼルがついていますが、私自身は使っていません。試しにうどんを茹でるのに使ったことがありますが、キッチンタイマーの方が便利でした。時計を使った後に軽く拭く習慣があるのですが、ちょっと力を入れるとベゼルが回ってしまいます。逆回転防止機能がついているので、元に戻すのはちょっと手間です。正しい機能に文句言ってすいません。パワーリザーブが70時間あることはとても助かっています。丸2日つけていなくても朝時間を合わせなくて大丈夫です。あと、ブラインドロック機能は便利です。そんなに調整することないと思われるかもしれないのですが、汗をかいたりむくんだ時は手首が楽になります。ジャストサイズで調整してもらっているので、エクスプローラー2にはないこの機能は助かっています。休日に一人で出かける際はサブマリーナがメインになっていきました。どんな服装にも合わせやすい上に使いやすいです。定価が100万円を超えてしまったので、簡単にお勧めできなくなりましたが、これ1本あれば着用に困るシーンはないと思います。ちなみに、私が一番気にしている精度についてはほとんど日差がありません。3日で1秒進んでいる程度かと思います。1点だけ話をしておきたいことがあります。サブマリーナを購入して家に帰ってからの話です。ワクワクしながら包み紙を開けて箱から取り出しました。初めてだったので本体に触らず枕を持ってサブマリーナを眺めていました。幸せな時間を過ごしていたのですが、回転ベゼル近くに4ミリほどの引っかき傷を見つけました。正規店でフィルムが剥がされ、コマ調整後試着をして最後に傷の確認をした上で購入したのですが、新品に傷はないと信じてあまり見ずに問題なしと伝えてしまいました。家族も一緒にいたので待たせて悪いという意識も働いたと思います。初期傷なのか、コマ調整時だったのか、私が箱から出した瞬間だったのか、原因は分かりません。ただ、購入した店舗に電話をし、一度確認のため持参させていただきましたが、対応としては再研磨になると言われてしまいました。一度も装着をしたことがない時計にもかかわらず、研磨をすることに抵抗がありました。使用していく中で傷もつくと分かっているので、そのまま帰宅しました。正規店の店員さんには丁寧に対応いただいたので不満はありません。在庫が少ないことから交換が難しいかもしれないんですが、高い買い物なので顧客側にも選択できる提案があれば救われたと思います。今後購入される方に伝えておきたいことは、目の前に憧れの時計があると舞い上がってしまいます。それでも傷の確認だけは冷静にしてください。店を出た瞬間から全ての傷はオーナーの責任になります。自分でつけた傷であれば納得できますが、ずっと心のどこかで気になっている人もいるはずです。私のように腕時計の傷がそのまま心の傷にならないように願っています。サブマリーナの購入後、ウキウキ毎日を過ごしていました。着用できる時計も増え、自分の気分に合わせて選択できる贅沢も感じていました。そんな時、今まで感じたことがない違和感がありました。時計好きあるあるだと思いますが、
すれ違う人の時計はチェックしていますよね。そして自分が買った時計と同じ場合は特に気になりますよね。私は街で歩いていると本当にたくさんのサンマリーナとすれ違います。当然デートありの場合もあるし、ベゼルがグリーンだったりブルーだったりもします。同じ見た目でもリファレンスが違ったりすると思うのですが、本当によく出会います。いい時計だから欲しい人が多いことは分かっていました。人気があることも理解していました。でも自分が購入して着用しなければこんな気持ちにはなりませんでした。自分だけの時計なんて思っていませんが、他の誰かに取られたような気持ちになってしまったんだと思います。みんなが着用しているから安心という気持ちもあるのですが、なかなか買えない時計だと思っていたので、レア感も薄れてしまいました。正規店での購入は特別感がありすぎるので、自分だけに用意されたと勘違いしてしまったのかもしれません。世界中で何万本も生産されていることを忘れていた自分がいました。自分だけでなくても周りで持っている人がいない時計が欲しくなりました。難しいのは、誰も知らない時計を私だけが持っていたとしても満たされないことです。ちょっと補足すると、希少だから持っていたいという気持ちとは少し違います。そもそも私は腕時計イコール自分として考えています。着用している間は私のペルソナとも考えています。だからこそビジネスにおいても腕時計を重視していました。短い商談や打ち合わせの時間で私のことを知ってもらえる一つの象徴となります。ロレックスのイメージが良くない人もいますし、自分らしさが正しく伝わる可能性も分かりませんが、腕時計には自分らしさが出ていると考えています。そして自分の個性を大事にしたいとも考えています。自分らしさをどう表現するかはいつまで経っても私の課題です。私の目的に合っていた時計がロレックスでした。時代が変わって多くの人が時計ブランドを知るようになりましたが、ロレックスの知名度は圧倒的です。その中で自分らしさをどうやって出していくかが重要でした。一方で、複数本持っていることと整合性が合わないと感じられる方もいらっしゃると思います。それについては、私自身が対応する人によって少し自分の個性の出し方を変えたいと考えているからです。いずれ1本に集約されるかもしれないし、今後も複数本を持ち続けるかもしれません。それでも基本的にはこの考え方で時計を購入しています。以前の動画でもわかる通り、私は時計購入の際に希望モデルを指定していません。それには理由があり、自分が意識している個性と周りから認識されている個性には差があるのではないかと感じているからです。だから今まではいろんなお店に行って自分に合う時計を教えてもらいながら購入してきました。でも今回については、自分が自分らしいと思える腕時計を自分の意思で選びたいと考えていました。加えて自分がなりたい自分を表す腕時計が欲しいとも考えていました。今すぐ着用するわけでなくても、こうなりたいと思える姿です。自分らしさを表していると思う色は、冷静さや集中力の高さをイメージする青。仕事において様々な場面で発揮できる対応力と、時に遊ぶことに全力を注げる柔軟性。二軸を併せ持つ GMT 機能。今までは隠してきましたが、自分の存在をアピールできる華やかさやしなやかさを感じるジュビリーブレス。短期的な戦略でなく、中長期的な視点で物事が考えられていることを示すアニュアルカレンダー。理想にはなりますが、スカイドエラーが最終目標になりました。今の自分とはかけ離れている部分もありますが、将来目指していきたい姿です。そして今ここにあります。2023年3月に新作が発表され、リファレンスも336934となりました。また新たにグリーン文字盤もラインナップに加わりました。以前の動画でも最終的な目標についてはスカイドエラーを挙げていました。ただその時は予約されていた方の販売が間に合っておらず、3年以上はかかると聞いていました。心のどこかで憧れてはいたものの、金額の高さやビジネスで着用することの難しさなどを考えて、前向きに検討はしていませんでした。毎日や毎週ブティックに行くことは難しかったので、繁忙期を過ぎた週末に絞り、初めて複数の正規店を訪問することにしました。1日目は4店舗回らせていただきました。どの店舗でも今まで通りの行動をしましたが、最後にはっきりと
スカイドウェラーが欲しいと伝えました。在庫確認に行ってもすぐ戻ってこられて、ありませんでしたと伝えられることが繰り返される時間になりました。救われたのは、色違いやブレスレット違いも許容してもらえれば見つかるかもしれませんねと複数の店舗で教えてもらえたことです。もちろん約束してもらえたわけではありませんが、もう少し探してみようと思いました。チャンスはもう1日あったので再挑戦しようと思いました。その日に帰れなければ仕事の都合で次のチャンスは約3ヶ月後にしか来ません。モデルを希望して購入することの難しさを改めて感じました。ロレックス購入において初めてぶつかった壁でした。もう1日も同じように回ることを考えましたが、同じ結果になるかもしれないと思い、今まで購入した店舗に絞って思いを伝えることに集中しました。何が起こるかわからないものです。最初にデイトジャストを購入した店舗で同じ店員さんに会うことができました。毎日何人にも接客する中、期間も空いていたので、個人の希望など覚えていないかと思いましたが、最初から探してましたよねと言ってもらいました。ちょっと在庫見てきますねと言われたことより、希望のモデルを覚えていてもらったことに驚きました。すぐに戻ってこられたので、やはり在庫がなかったのかと肩を落としましたが、希望の色はありますかと聞かれました。とっさに出た言葉が、白と黒以外を希望していますでした。正直失敗したと思いました。今までの購入も含め、最後は店員さんに委ねてしまうところが出てしまいました。グリーン文字盤が出てきたら、私は購入してしまう気がします。また、白と黒の在庫があったのであれば、なかなか出会えないスカイを買う機会を逃してしまったかもしれません。ではこちらにどうぞ、と個室に案内してもらいましたが、混乱していました。今の状況を伝えるアクションが取れないまま部屋を出て行かれました。いつも通りトレーに覆われた時計を案内してもらい、布を取るとそこに青文字盤のスカイがありました。以前に青と聞いていたというふうに思うのですが、ご希望と合っているか確認させていただきましたと言われた時は驚きました。自分は言った記憶がなかったのですが、無意識に将来欲しいモデルを伝えていたようです。そしてそれを覚えていてくれたそうです。ロレックスって本当に最高です。次回は腕時計上がりの一本についてです。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。